いつまで。大学時代に友人から聞いた話。釣りが大好きだった友人は、その日も朝から釣りに出かけていた。場所は川の上流で、かなりの山奥である。ここから先は友人の語り口調で書かせていただきます。車で行ったんだけど、途中からは獣道すらなくてさ、仕方なく歩いたんだよ。かなりの道だった。崖も越えたし、途中熊が木をひっかいた跡もあった。で、やっと釣れそうなポイントにたどり着いてさ、早速そこら辺の石をひっくり返して、川の虫を集め始めた。それを聞いた俺は、なんだ、餌ぐらい買えばいいのに、と言った。すると、いや、現地で取った餌は食いつきが違うんだよ。何より取るのも楽しいから。そんなわけで虫を確保して、早速釣りを始めたんだ。そしたら面白いくらい釣れてな。ものの3時間で15とか6匹、16匹とか釣れたんだ。でもまあそろそろ途絶えるだろうなって思っていたんだ。知ってる人も多いと思うけど、釣りは朝と夕方のまずめ時が最も釣れる。その後昼を過ぎても全く終わる気配がなかった。生涯で最高のひとときだった。時が経つのも忘れて夢中になったよ。気づいたら辺りは薄暗くてな、もう夕方になっていたんだ。身の危険を感じて帰り支度を始めた。ふと背後に気配を感じて振り返った。そしたら小さい女の子が背を向けて立ってる。少し近づいて、こんなとこで何してんのって聞いてみたんだよ。そんで振り向いた顔を見てぎょっとした。顔がおばあさんだったんだ。しかも顔が引きつるぐらい満面の笑みだったんだ。でも病気かなんかだと思って同じ質問を繰り返したんだ。今度は丁寧に。そしたら笑顔を崩さないまま、いつまでってつぶやいたんだよ。何回も何回も。変な人だったのかなと思って軽く会釈して帰ろうとしたんだ。そしたら急にばあさんの声が合成音声みたいになって、いつまで生きるって言ったんだ。背筋がゾクッとして、こいつはこの世の人間じゃないと思って、すごい勢いで下山したんだ。途中ばあさんのつぶやく声が何度も聞こえた。薄暗い山奥でだぜ。発狂寸前だったよ。ああ、最高のポイントだったのに。もういけねえな。俺は自分の膝がガクガクと震えてるのを感じた。話の途中から友人は気持ち悪いほど満面の
笑みだったのだ。それからしばらくして友人は自殺した。